こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。コスメが大好きでコレクターだった昔の私は、新商品やバズりコスメには飛びついて買い、使い切れない量のコスメを持っていました。メイクは好きなことは今も変わりませんが、今ではこんなに少ない一群コスメだけで毎日お気に入りメイクをできています。メイクにかける時間も昔は30分もかかっていましたが、今は10分でできるようになりました。今回は元コスメコレクターで今ではミニマリストになった私の工夫とこだわりが詰まった少数精鋭の一群コスメとメイク術を紹介します。コスメは少なくしたいし、メイクも時短したいけど手抜きには見えてほしくない、そんな方の参考になれば幸いです。それではスタートです。まずはコスメを圧倒的に減らすための私流のコツを3つ紹介します。1つ目は1用途につき1つだけコスメを持つです。複数のアイシャドウやチークなどを持つことはやめました。昔は気分や服によって使うコスメを変えてオレンジメイクにしたりピンクメイクにしたりしていました。それはそれで楽しかったのですが、今日何を使おうかと考えると時間もかかるし、新しいメイクに挑戦したものの失敗して憂鬱な気持ちで出かけることもありました。今は毎日自分のパーソナルカラーに似合うオレンジメイクだけにしています。そうするとメイクの失敗がなくなるし、毎日自分に似合う一番のお気に入りメイクをできるようになったので、むしろ幸せ度が上がりました。そしてコスメをちゃんと使い切ることができるようになりました。コスメの使用期限は一般的には開封後3ヶ月から1年間と言われています。顔は一つしかありませんから、何個もコスメがあったらとても使い切れませんよね。今では短い期間で使い終わったら新しいものを買うようになったので、衛生的ですし、コスメ代の節約にもなっています。コスメを減らすコツ2つ目は、効果の小さい工程は思い切って減らすです。シェーディングやハイライトなど自分にとって効果が小さいと思う作業はなくしました。周りの人は細かい違いなんて案外気にも留めていないものです。思い切って工程を減らすことでメイク時間短縮にもなっています。コスメを減らすコツ3つ目は、マルチに使えるコスメを使うです。オールインワンだったり、いろんな箇所のメイクに使えるような万能なものを選ぶことでコスメアイテムの数を減らせています。それではこれから実際に私が使っている超おすすめしたい一群コスメを紹介します。コスメコレクター時代と比較してどれだけメイク工程を減らせたか、その時短術も合わせて紹介します。まずはスキンケアからです。昔の私は化粧水、スポットトリートメント、乳液と3つも使っていましたが、今はこちらのオールインワン美容液だけになりました。使っているのはマナロのオンリーエッセンスです。普段はこちらを無印良品のチューブに入れ替えて使っています。オールインワンは化粧水、乳液、美容液、クリームの役割が一つになっているので、とっても時短になっています。たくさんのスキンケア用品を使っていた頃は、乳液を使いすぎるとファンデーションが浮いてきちゃったり、逆に少なすぎると肌が乾燥したりとよく失敗していました。このオールインワンは肌によく馴染み、ベースメイクも浮かないので、量を気にせずたっぷり塗れるようになり、メイク時の乾燥を防げています。オールインワン本当におすすめです。続いてはベースメイクです。昔は日焼け止め、化粧下地、ファンデーション、コンシーラー、パウダーを使っていましたが、今はこちらのマナラのトーンアップ UV とザ・セムのチップコンシーラー 1.25 番だけを使っています。私は普段マナラのトーンアップ UV を2度塗りした後、水で濡らしたスポンジで叩き込むようにし、その後にこちらのザ・セムのコンシーラーでニキビなどの強い赤みは隠しています。私ずっとベースメイク迷子だったんです。メイクの時間がかかりすぎるから、化粧下地とファンデーションから BB クリームに変えたり、
変えたはいいもののカバー力が弱くて結局ファンデーションに戻したりしていました。そんな風に悩んでいたところ、こちらのマナラトーンアップ UV と出会ったんです。前々から気になっていたコスメなのですが、嬉しいことに提供でいただきました。もうかれこれ4ヶ月使っているのですが、もう今では私にとってなくてはならないものになりました。ガチの愛用品でお気に入りポイントは3つあります。1つ目は万能な点です。これ SPF50 のしっかりとした日焼け止めなのですが、これ1本でベースメイクが完成できちゃうんです。こちらを使うようになってから、下地もファンデーションもパウダーも手放すことができ、メイクがとっても時短になっています。いいものを使おうとベースメイクコスメは高額になりがちなのですが、これ1本なら節約にもなりますよね。2つ目のお気に入りポイントは、素肌美人かのようなカバーをしてくれる点です。とても綺麗にトーンアップしカバーしてくれます。ファンデーションのように肌色で隠すというよりは、光でくすみやムラを飛ばしてくれるという感覚が近く、まるで素肌から白くて綺麗な肌かのように自然な綺麗な仕上がりになります。3つ目のお気に入りポイントは、色移りがないところです。マスクでこすってもほぼ色が付着しません。マスクでもメイクが崩れないし、手につかないのでとってもストレスフリーです。こちらは実は2種類ありまして、このノーマルタイプの他にこちらのモイストタイプもあります。ノーマルタイプは日焼け止めのようなサラッとした液ですごく伸びがいいです。一方モイストタイプは重ためのクリームでつけ上がり本当にしっとりします。なので乾燥肌さんにぜひぜひおすすめしたいです。本当に出会ってよかったなと思えるコスメです。続いては眉メイクです。昔は太いペンシルで全体を塗って、細いペンシルで眉尻を描いて、パウダーでぼかして眉マスカラでカラーチェンジさせて、アイブロウトップコートで眉尻の色が落ちないようにコーティングしてと、もうびっくりするぐらい眉の工程が多かったですが、今ではこの3アイテムだけになりました。まずはこちらセザンヌの超細芯アイブロウ02番オリーブブラウンです。こちらを使って眉尻を描いていきます。こちらペン先が 0.9mm と本当に細くて、一本一本綺麗に自然な眉を描くことができます。このオリーブブラウンというカラーは暗すぎず明るすぎない自然なブラウン色なので、髪を染めていない方におすすめのカラーです。そして眉全体はキャンメイクのパーフェクトマルチアイズ07番ウィークエンドオランジュというカラーを使っています。こちらの一番明るいカラーとブラインやオレンジのシャドウを混ぜて色をのせていきます。これは本来アイシャドウなのですが、全てマットなカラーなので、私はアイブロウだったりチークにも使っています。最後はマスカラで眉をカラーリングします。使っているのはヘビーローテーションカラーリングアイブロウ04番ナチュラルブラウンです。こちらブラシが太いので短時間で一気に眉を塗れるところが気に入っています。続いてはアイメイクです。昔はいろんなアイシャドウパレットから日替わりで選んで使っていました。そしてアイシャドウ下地、涙袋用のアイシャドウ、ポイントで使う用の大粒のリキッドラメアイライナー、マスカラ下地、さらには色付きのマスカラと、もうありとあらゆるアイテムを駆使してなんとか可愛くなろうとメイクをしていました。一方今使っているのは先ほども登場したマットなアイシャドウパレットと単色アイシャドウ、アイライナーとマスカラ下地、この4点だけになりました。こちらの単色アイシャドウはセザンヌのシングルカラーアイシャドウ01パールベージュで、私はアイシャドウベースとして、そして涙袋に使っています。これ本当にきめ細やかなパールで、私のめっちゃ推しコスメです。マットシャドウだけをアイメイクに使うと目がやぼったく見えてしまうのですが、こちらのアイシャドウの上にマットシャドウを重ねると、まるでデパコスのアイシャドウのような大人っぽいツヤ感のあるシャドウになります。涙袋へもベースとしてこのシャドウを塗ってからマットシャドウを塗ることで明るくぷっくり見せてくれます。メインカラーは先ほども紹介したキャンメイクのパーフェクトマルチアイズ07番ウィークエンドオランジュを使っています。
アイホールにはこちらの2色のオレンジを使っています。右上は黄みのあるオレンジで大人っぽいオレンジブラウンメイクになります。左下は赤みのあるオレンジでテロコッタメイクにできます。その日の気分によって使うカラーを決めて楽しんでいます。そして涙袋の影には真ん中のブラウンカラー、そしてアイラインのぼかしには一番濃いブラウンシャドウを使っています。この超万能なパレットのおかげでコスメの数をとっても少なくできています。アイラインにはこちらのキャンメイクのクリーミータッチライナー02番ミディアムブラウンを使っています。もう数えきれないぐらいリピート買いしているアイテムです。ちょっと明るめなブラウンのカラーが唯一無二で、アイライン引いてます感がなく、自然な目尻の影のように見せてくれるところがとても気に入っています。この細い芯先のおかげでとっても描きやすく、そして落ちにくいところも激推しポイントです。まつげのカールをキープするためにこちらのキャンメイククイックラッシュカーラー透明タイプを使っています。これも何本買ったかわからないぐらいリピート買いしているアイテムです。カールがすぐに落ちてしまうのがずっと悩みだったのですが、こちらを使うようになってから夜まで絶対まつげのカールを上向きにキープできるようになりました。カラーは透明なのでナチュラルに仕上げてくれるとこも好きです。昔はこの上からさらにブラウンのマスカラを重ねていましたが、私的にはカールさえキープしてくれればいいですし、何よりマスカラの2本使いは面倒だったので、今はこのマスカラ下地だけでまつげを仕上げています。続いてはチークです。前まではオレンジやらピンクやらレッドやら、その日のアイメイクと気分によってチークカラーを決めていました。今では先ほど紹介したマルチアイカラーのオレンジカラー、こちらのどちらかをポンポンポンと頬に乗っけてチークとして使っています。本当にこのアイシャドウパレット万能ですよね。続いてはリップです。前は気分によってとにかくたくさんのカラー、テクスチャーのリップからその日は何を使おうか選んでいましたが、今はこちらの3本だけになっています。あれ、リップは1本じゃないのと思われたかもしれませんが、これは用途が分かれているので弁明させてください。まずはこちら、私の一番のお気に入りのリップ、オペラリップティント13番トープです。コスメコレクター時代は全色持っていたほどオペラのリップ本当に大好きなんです。このカラーはオレンジ色だけど大人っぽい、このくすんだオレンジブラウンカラーがもう唯一無二で2本目のリピ買いです。そして色が落ちにくく、食事の後でもちゃんとカラーが残ってくれているのがとっても大好きなポイントです。またサイズがとってもコンパクトなので、普段は持ち歩きコスメとしていつもカバンに入れメイク直しに使っています。もう一本は家で化粧をするときに使うリップで、大人気のリップモンスター11番の午前5時です。リップモンスターは超人気だったので、私も今回初めて買ってみました。こちらはウェブ限定のカラーでダークブラウンでとっても大人っぽくて素敵です。色も落ちにくいのがいいところです。最後の1本はロム&のジューシーラスティングティント08アップルブラウンです。友人とのお出かけなどおしゃれしたい時にリップの中央だけに重ね塗りをしてグラデーションリップにしています。外出時のお直し用コスメとしては、先ほど紹介したオペラのリップティントとザ・セムのチップコンシーラーをいつもカバンに入れて持ち歩いています。以上が工夫とこだわりいっぱいの私の一軍コスメ全紹介でした。今はこの少ない私のベストコスメでメイクするのが毎日本当に楽しみでハッピーな瞬間です。ぜひ皆さんのおすすめコスメや少ないコスメに絞る秘訣などあればコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。そして嬉しいことにマナラのトーンアップ UV を今回割引価格で案内できることになりました。概要欄のリンクからご購入いただくと、通常初回 30% オフのところ 50% オフで購入できますので、気になる方はぜひぜひ試してみてください。ち
ちなみにモイストタイプは私が見るたびに新規受付していなかったのですが、11月21日午後1時より新規受付を開始するということです。モイストタイプをゲットしたい方はぜひお早めにチェックしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。家で化粧をするときに使うリップで大人気のリップモンスター11番の5時 AM?AM5 時 5am 5時 AM 午前5時、大人気のリップモンスター11番の午前5時です。これ合ってるのかな。